皆さんこんにちは、近藤瑞穂です。今回はタイトルにもあるように、ツインレイに出会う方法や出会いのサインについてのお話ですが、結論から先に言いますと、ツインレイに出会うための方法はほとんどないと言えます。しかし、出会いのために心がけるべきアドバイスがありますので、今日はツインレイに出会う方法がどうしてないのか、そのことも含めてお話ししていきたいと思います。それではシリウス中継、スタート。ここ数年の間にツインレイのブームが大きく広まって、世の中にはツインレイと出会う方法が出回っていたり、出会うためのセッションなどが行われているようですが、ツインレイとの出会いは人生の最も重要なタイミングで、生まれる前から運命的に設定されているため、意図的に出会いを引き寄せたり、誰かが二人を引き合わせることは基本的にできないと思っています。しかし、ツインレイと出会うためのアドバイスが一つだけあります。それは、出会いを求めて行動しないことです。驚いた方もいらっしゃるかもしれませんが、ツインレイの相手は基本的に探している間は見つかりません。その理由は、ツインレイとの出会いは、ある日突然、こんなはずではなかったというタイミングで起こるようになっているからです。それはあなたが恋愛にひどく傷ついて、もう男性は必要ないと思って生きている時かもしれません。仕事に励んでいたり、何かの目標に向かって努力している時や、調和した日々の中で穏やかに暮らしている時、あるいは配偶者やパートナーと良好な関係を築いている時や、子育てに一生懸命になっている時かもしれません。だから、ツインレイの相手が現れた瞬間に衝撃が走ります。思いもよらない出来事であるからです。あの人がツインレイかもしれない。いいえ、やはりあの人かもしれないと、相手を探し回っている時に、タイミングよく現れる世界ではありません。やっとの思いで探して、ツインレイの相手が見つかったけれど、結果的にツインレイではなかったというケースも多々あります。しかし、それも一つの出会いのタイミングかもしれません。なぜなら、欲しくて欲しくてしょうがない時期を過ぎて、もう探すのを諦めた時に現れることもあるからです。ツインレイとの出会いのサインを受け取ることも、基本的にはないと言えます。あるいはサインはあっても、それをサインだと気づかないで出会うケースもあるでしょう。なぜなら、これも先ほどと同じ理由で、ある日突然、思いもよらない状況で相手は現れるからです。例えばエンジェルナンバーを見たから、ツインレイが現れるかもしれないと思っている人がいるとします。しかしエンジェルナンバーを見て期待していても、ツインレイが現れることはないでしょう。なぜならそこには期待があるからです。ドラマティックの動画でもお話ししましたが、ツインレイの道は思いがけないことの連続のドラマ仕立てになっています。欲しくてタイミングよく現れたのでは、ドラマ力が下がるでしょう。ツインレイの相手は欲しくなかったのに現れるのです。そして出会った瞬間に猛烈に欲しくなります。それがこんなはずではなかったという衝撃となり、その衝撃から運命を感じるようになるのです。しかし後になってよく考えてみると、サインがあったことに気づくこともあります。そういえば知らない誰かが夢に現れていたとか、新しい何かが始まる予感がしていたり、運命の人が現れると言われていたとか。でもそこに特にフォーカスしていなかったため、そのサインをスルーして
予感も期待も持つことがなかったのです。基本的にツインレイの出会いは自分自身に向き合っている時や何かの目的に向かっている時に起こります。そのためツインレイと出会いたい場合は出会いを求めるのでなく、むしろ自分を生きていた方が良いと言えます。仕事に励んだり、スキルを高めるための学びをしたり、家族や周囲のために働きかけたり、出会いがなくても特に困っていない状況や、それどころではない状況にあるほど、ツインレイの出会いが起こりやすいと言えます。そう言われても、ツインレイと今すぐ出会いたいのに、それでは夢がないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、世の中の多くのツインレイとの出会いの甘い夢を見せてくれるものに、夢は存在しないとはっきり言えます。むしろ夢見る思いを利用されるかもしれません。この動画を発信した理由はここにあります。でもどうしても出会いたい方のために、今日の話をまとめて、私からのアドバイスを最後にお伝えしておきます。ツインレイと出会いたいなら、一人でも調和している自分に向かうこと。外側に意識を向けるのでなく、自分自身に意識を向けて、ツインレイの相手を探すのでなく、より良い自分となるためにできることを探してみてください。以上です。私がツインレイと出会った時も、パートナーを探している時ではありませんでした。むしろ男性にはもうこりごりで、息子を学校に出すために一生懸命仕事に励んでいた時でした。ツインレイの道は運命が勝手に動くというお話をこれまで何度かお伝えしてきましたが、それは出会いにも言えることで、運命が勝手に相手と出会わせてくれるため、出会いのために特別に何かをする必要はないと言えます。自分の目標や今やるべきことに向き合いながら、一生懸命に今を生きていると、ある日突然運命が動き出すと思います。それではシリウス中継を終わります。